こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いいたしまお願いします。はい、今日は、異常解除の車椅子の位置ということで、前回、同じような内容でやりましたけれども、もうちょっと詳しく説明したいなと思いましたので、今回鈴木さん初心者ということで鈴木さんに向けて指導をさせていただきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。では、実際に車椅子の位置ですね、説明していきます。前の動画よりもより詳しく説明していきます。はい、ではね、前回の動画の復習を撮りたいなと思うんですけど、車椅子の位置ですね。横ベタ付けがダメですよっていうことと、ベタ付けってこうですね、ベッドに対して車椅子をできるだけ近づける。もちろんアームサポートが上がるタイプであれば OK です。ただ上がらないんであれば横にベタ付けするとダメなのと、ここですね、この車椅子の座面を利用者さんのお膝に近づけすぎないようにしてくださいって話をしてました。これをちょっとやってみます。じゃあこれ近づけすぎてなおかつ0度でやってみた場合どうか。はい、お願いします。ご自身でできる方の場合ね、当たってしまいますね。はい、じゃあこれをちょっと一つ拳開けた状態で、じゃあ角度、0ベタ付けするとどうなのかですね、やってみてくださいってなりますよね。はい、何かちょっと浅く座れてしまいます。今ちょっと車椅子を膝から離したことでお尻は当たらなくなったけれども、ちょっとね浅く座ってしまいました。じゃあなんでかなんですけど、拳1個分開けてこの角度をね30度じゃなくてできるだけ近づけた場合と、これを30度つけた場合っていうのは、ここの位置は一緒ですよね。ここの位置は一緒でベタ付けと30度一緒やと思うんですけど、じゃあなんで当たらなくなってなおかつ深く座れるのかっていうのは、この角度がついた分お尻のねお尻が座面に対して後ろに座ることができます。じゃあもう一回同じようにやってみてください。これ30度角度つけた場合、これはさっきよりも深く座ることができます。はい、じゃあもう一回いきますね。じゃあ0の状態でここ持って、はい、まずこれがちょっと遠いですよね。0にしたことによってこれをちょっと角度つけてあげると、前言ったみたいに肩の前に来るので届きやすくなりますね。アームサポートに届きやすくなる。これをベタ付けにするとちょっと遠くなってしまう。はい、これも一つやりにくい原因の一つですね。で、じゃあこの0度からここ持ってちょっとお尻浮かして中腰ぐらいでもうちょっと回りながらここで座るのと、プラスそのままでこのままちょっと角度つけます。動かしていくとお尻の位置が違いますよね。ちょっと分かりにくいかな。もう一回拳1個開けてベタ付けで、じゃあちょっと乗り移ろうとしてみてください。ここでストップ。これで角度つけていくと、はい、どうですか、深く座りますよね。はい、はい、っていうのも角度つけたことによってこの座面が利用者さんにちょっと寄ります。この奥が、ここが利用者さんにちょっと寄っていきますので、その分奥に座れるので、ここに当たりにくい、当たりやすいっていうのもあるんですけど、それプラス、深く座れるってことですね。はい、じゃあ鈴木さんにやっていただきましょう。前会場でちょっとね鈴木さんにやってもらいながら、どう違うのかやってもらいます。はい、じゃあまずは車椅子を近づけすぎてなおかつベタ付けした場合どうか。これで全会場でやってみてください。はい、失礼します。はい、はい、今みたいな感じでアームサポートに当たってしまいます。はい、はい、今のはね、結構強引にいきましたけど、当たった時点で気づいてほしいんですけど、はい、これをじゃあちょっと拳をじゃあここ1個開けますね。これでやってみます。はい、でベタ付けね、今ベタ付けバージョンでやってます。はい、今、はい、だいぶ浅くなってます。はい、じゃあもう一回。じゃあこれで
今拳1個と、ちょっと空いてるぐらいちょっと余力がある感じで、なおかつ30度肩の前にアームサポートでちょっとやってみてください。はい。さっきだいぶね浅く座っちゃいましたけど、今回どうかですね。ほぼ全回以上のレベルでやってみます。はい、できました。今だいぶ奥に座らせようとしたはい感じで、アームサポートにお尻が当たっちゃいましたけど、はい。そうなっちゃうと本末転倒と言いますか、はい。深く座らせたいがためにこう遠くを回すとそれは当たってしまうので、そうじゃなくて漁師さんの足に体重をしっかり乗せてあげますね。乗せた上で回してあげるとお尻当たらないですよね。こう、はい。当たらないし、そのまま座らせてあげると深く座れます。これで一回やってみてください。はい。そう、車椅子の位置がいいからといってうまくできるかってそうでもないですよね。やっぱりある程度コツが必要です。そう、漁師さんの足に乗せてあげて普通に座らせてあげると深く座れますよね。はい、できました。じゃあもう一回戻ってもらって、じゃあ今のやり方でなおかつベタ付けでやってみます。はい、拳1個分ぐらいと車椅子をできるだけ寄せる。はい、でアームサポートはちょっと遠いって感じですけど、このやり方でじゃあさっきと一緒、足に体重を乗せて普通にそこから軸くるっと回すような感じでやってみてください。はい。いきまーす。はい、今ねうまく座れたように見えるんですけど、さっきよりかはやっぱ空いてるって感じですね。ここも今拳1個ちょいお尻が空いてます。手もたれと離れてます。はい、なので、車椅子の角度っていうのは結構そういった意味でも大事。もう一回だけ最後いきますね。30度つけて拳1個ちょいと肩にここって感じでやるとどうか。はい、同じようにやってくださいね。はい。足に体重を乗せてこのままそこを軸に回してあげる。はいはい。はい、そしたらもう今ぴったり背中ついてる感じ、全くお尻手が入らない状態にはなってます。はい、っていうのが、車椅子の正しい位置プラスそれだけじゃなく足にしっかり体重を乗せてそこを軸に回さないと、結果一緒だよねって話なんですけど、なんとなく分かりましたか？はい。はい、なのでじゃあ最後に復習だけしとくと、拳1個開けて、車椅子をできるだけ寄せたバージョンでやると、お尻は、当たってしまう可能性もあるし、お尻避けてしまうと浅く座ってしまう。はい、これを30度の角度つけてあげると30度の角度をつけてあげると、拳1個分開くか開かないかぐらい、ちょっと開くぐらいやって肩の前にアームサポートくるようにしてあげると、もちろんお尻当たらないように注意しながらそれでも深く座れるって感じですね。これをね深く座らせようと無理やりやるとお尻当たっちゃうんで気をつけてください。そうじゃなくてしっかり足に体重乗せて回してあげるだけで深く座れますので、そこのポイントだけ押さえてもらえたらなと思います。はい、はい、ということで今日は車椅子の正しい位置プラスそれ以外のねコツなんかもお伝えさせていただきました。じゃあ鈴木さんからまず感想をお願いします。そうですね。正しい位置でやるのが大事だなと思ったのと、同じやり方でもこうなんていうんですか、引っ張るのとその場で回るのになんか違うのかなっていうので勉強になりました。はい。じゃあ山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。はい。奥に座れればもちろんいいんですけれども、なかなか僕らでもいきなり奥にバチッと座るのは難しい時も結構あります。なので無理に奥に座らせようとするとどうしても違うところに力が入ったりして利用者さんも不快な思いをされるので、最悪ちょっと浅めに座ってもいいのでその後座り直しをしていただければ一番いいのかなと思います。はい。ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますのでチャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。